平和だった会社に社長秘書がやってきた。ろくに働きもしないくせにわがままばかり言って周囲を困らせる彼女。立場が立場だからみんな文句を言えない。うるさいわね。一体何なのよあんたは。偉そうに。私から仕事ぶりを注意された社長令嬢は早速翌日から嫌がらせを始めた。いい加減邪魔なんだよ。気づけよ、ババア。連日の嫌がらせですり減っていく私の心。限界に達した私はとうとう早期退職を決意。しかし海外出張から戻った社長は驚愕する。どういうことだ。なぜ彼女がいないんだ。その言葉に社長令嬢は絶望することになる。私は須川栄子。事務員として就職した地元の会社ではすでに40年目だ。同じ年に入社した人間は結婚を機に退社したり、いろいろな理由で転職している。だからいつの間にか私がこの会社で一番の古株になっていた。当然社長も代替わりしており、今は先代の息子が社長だ。私は一番長く会社にいるものだから、他の社員から相談を受けることも多い。須川さん、今度の打ち合わせの資料、これでいいでしょうか。そういった事務的なものから、昨日旦那と喧嘩しちゃって、悪いのは私だって分かってるんだけど、素直に謝っていいものか。こういうプライベートのものまでよく相談されている。私は人の話を聞くのが好きだから、きっと他の人にとっても話しやすいと思われているのだろう。話を聞いてくれてありがとうございました。助かりました。そんな風に言ってもらえることも多い。いつの間にか私は社員たちから我が社のお母さんと呼ばれるようにもなっていた。正直恥ずかしいが、なんだかんだ頼りにしてもらえるのは嬉しい。私はこの会社のアットホームな雰囲気が大好きだ。転職など一度も考えたことがないし、定年退職までここにいる予定。しかし、社長が海外出張に出ている間、その娘が入社してきたのだ。いわゆる社長令嬢というやつだ。彼女は他の支社で研修を済ませ、ついにこの本社へやってきた次第。私は最初歓迎ムードだった。むしろ楽しみですらあった。だが私を含めた誰もが辟易させられることになった。社長令嬢は社会人としての礼儀や一般常識に著しく欠けていた。立場のある人間ということを理由にまともに仕事をしようともしないのだ。社長令嬢は課長補佐という肩書き。これはもちろん自分の力で勝ち取ったものではない。上層部の役員たちに半ば脅迫めいたことを言って無理やりつけさせたものだ。社長の娘だからってそんな。私たちは社長令嬢の言いなりになる役員たちに失望した。だがそれが言い訳になるはずがない。社長はこの件について何か知っているのか。社長は本当に誠実な人だからこんな暴挙を働くとは到底思えない。何を血迷ったか、自分の娘可愛さにこんなことをさせたのだろうか。ともかく社長令嬢は周囲を大いに振り回した。彼女の独断専行が原因でスケジュールが破綻し、社員たちの不満がどんどん溜まっていく。私に寄せられる相談も社長令嬢絡みのことばかりになってしまった。あの人ったらひどいんですよ。人の仕事には適当だの手抜きだの文句ばっかりなのに、自分では何もやらないんですから。この間あの人珍しく取引先への資料を作ってたんですよ。珍しいなと思ってこっそり覗いてみたら、なんかもう間違いだらけ。さすがに提出できないから後で直しておきましたよ。もうこんな具合である。役員たちも社長令嬢だからと萎縮してろくすっぽ注意しようとしない。本当に頼りにならなくて嫌になる。そのうち会社全体の空気も悪くなった。このままでは大変なことが起きてしまいそうだった。しかし
社長令嬢の傍若無人ぶりはますますエスカレートするばかり。もうやめようかな。とうとうそんな風に言い始める人間まで出始めた。これではいけない。社長が来るまで待っていたら本当に辞める人間が現れそうだ。誰かがガツンと言ってやる必要がある。しかし役員たちはもはや頼りにならない。こうなったら年長者の自分が動くしかなさそうだ。その機会はすぐにやってきた。社長令嬢は就業時間中にもかかわらず堂々とスマートフォンをいじっていたのだ。しかも社用ではなく私物だから、周囲の社員の顔には揃って「仕事しろよ」の文字。私は意を決して社長令嬢に近づく。今は仕事中ですよ。スマホを触っている時間じゃありませんよ。社長令嬢は驚いて顔を上げたが、すぐに「は？」と嫌な顔をする。周囲を見てみなさいよ。みんな仕事をしているのにあなただけ遊んでいるんですよ。おかしいと思いませんか？私は続けるが、社長令嬢の顔はどんどん歪んでいく。私、社長の娘なんだけど、そんな口を聞いていいと思ってるわけ？案の定素直に聞いてはくれなかった。分かってはいたが、私は落胆してしまう。社長令嬢だろうが何だろうが、会社に入って給料をもらっている以上、ちゃんと働くのは当たり前です。違いますか？私がさらに続けると、いつの間にか顔を真っ赤にしていた社長令嬢は思いっきり机を叩く。そして荒っぽく立ち上がった。うるさいわね。一体何なのよ。あんたそんなに偉そうに。怒鳴り声は部屋中に響き渡る。他の社員たちは固唾を飲んで私たちを見守っていた。私は当たり前のことを言ったまで。うるさいと感じるのはあなたがやましいことをしている自覚があるからではありませんか？ともかく私は言いたいことはすべて言った。本当ならこんな説教のようなことは言いたくないのだが。覚えていなさいよ。私にそんな大口叩いたこと、必ず後悔させてやるから。社長令嬢はしばし私の顔を睨んだが、やがて絞り出すような声を発した。そしてふてくされた様子で立ち去ってしまう。須川さん、すごいよ。気まずい沈黙が部屋を支配したが、その一言と同時にみんなが声をかけてくる。よく言ってくれました。胸がスッとしましたよ。私は母と乾いた笑みを浮かべることしかできなかった。間違ったことをしたつもりはないが、社長令嬢を深く傷つけてしまったのは確かだ。せめてもう少し言い方や場所を考えるべきだったのかもしれない。しかしそんな後悔が消し飛ぶような事態が後日発生する。社長令嬢は私に対し公然の場で嫌がらせを働くようになったのだ。これ今日中にお願いね。そんな風に言って大量の仕事を押し付けてくるようなことが日常化した。特段今日中にやる必要はない仕事だから幼稚極まりない仕返しである。手伝いますよ。見かねた社員が手伝うと申し出てくれたが、社長令嬢はそれを許さない。そうなると一人でやるしかないのだが、もちろん残業しないと終わらない。大口叩いた割には遅い仕事ね。ちゃんと全部終わらせてから帰るように。社長令嬢は四苦八苦する私を見て勝ち誇る。こんなことが数日続いた。私は心を奮い立たせて頑張ったが、毎日大量の仕事が押し寄せては長時間の残業を強いられる。さらにはそこに罵倒が加わるわけだから、私の心は猛烈な勢いですり減った。社長令嬢は私の心を折るつもりなのだろう。いい加減気づけよババア、邪魔なんだよ。やがてしびれを切らしたのか、社長令嬢は消耗しきった私に
とどめを刺そうとする。それを受けた私はもはやこれまでと思った。もうここにはいられない。ここまで私を憎んでいる人がいる以上、もう無理だ。定年まで頑張ろうという気持ちは砕け散り、私は早期退職を決意。退職届の提出を済ませ、訪れた最終日。荷物を整理する私に社員たちが話しかけてきた。力になれなくてごめんなさい。声をかけてくれた社員たちは皆、心底申し訳なさそうな顔をしていた。いいのよ。自分で決めたことだし。それよりみんな元気で頑張ってね。だが、感傷に浸る時間は与えられない。みんなで別れを惜しんでいるところに社長令嬢が現れたからだ。ほらほら、油売っていないで、みんなさっさと仕事に戻りなさい。その人、もううちの社員じゃないんだから。社員たちは誰も返事をしない。ただ冷たい視線を社長令嬢に浴びせるだけだ。元気で。そしてみんな私にそんな風なことを言って社長令嬢の脇を素通りしていくだけ。もともと最悪に近かった彼女の評価はこの一件によってますます悪化した。そのことに気づいていないのは本人だけで、社長令嬢は自分がボスという気分のまま。私に逆らうからこうなるのよ。いい気味だわ。近づいてきた社長令嬢は私の前で爆笑する。一方私はただ頭を小さく下げるだけ。お世話になりました。こうして私は退職したわけだが、最後に見た社長令嬢の姿をしばらく引きずることになった。なぜあの人はあんな風になってしまったのだろうか。あんな態度で他人と関わってもみんな距離を置くだけなのに。退社してからというもの、私はすっかり元気をなくしてしまった。そんな私を家族は心配してくれたが、どうしても心は晴れなかった。そんなある日のことである。社長から突然電話がかかってきたのだ。もしもし？申し訳ありません。通話ボタンを押すなり、ものすごい大声で謝られた。あまりにも突然なので、私は困惑してしまう。娘があなたにとんでもないことを。本当に申し訳ありません。須川さんが怒るのも無理はない話ですが。様子から察するに、社長は私が怒り狂っていると思っているようだ。社長、私は大丈夫ですから落ち着いてください。私がそう言うと、社長の安堵する声が聞こえてきた。よかった。何を今更と思われるかもしれませんが、どうか会社に戻ってはいただけませんか？娘には二度と勝手な真似はさせませんから。戻る戻らないはさておき、私はとにかく会社に一度出向くことにした。翌日、会社に行くと、私を見つけた社員たちがすぐに駆け寄ってくる。そこで私は事の顛末を知ることになった。会社から戻った社長は、社内に異様な雰囲気が漂っていることに気づいた。だから私に話を聞こうと思ったが、どこにもいない。他の社員に事情を聞いてみると、社長が出張に行ってる間、社長令嬢が暴虐の限りを尽くした旨を教えられた。当然社長は激怒。どういうことだ？どうして須川さんがいないんだ？あのババアが私に説教なんかするからよ。どいつもこいつもみんなそう。みんなで社長の娘の私をバカにして見下して。自分勝手なことを言うな。社長の怒りはますますヒートアップしていく。いい加減にしろ。私の娘だからといってお前にそんな権限を与えた覚えはない。だいたいその課長補佐という役職は何だ？どうしてそんな自分勝手なことを。言葉に詰まる社長令嬢を目の当たりにして、社長はすぐに電話することにした。私との電話を終えた社長は即座に社員たちを集め、全員の前で謝罪。
娘が勝手なことをした。申し訳ないと。そこまで聞かされたとき、私は社長令嬢が心配になった。だから、あの人はどうしていますかと問う。課長補佐の立場は剥奪されました。今は社長に呼ばれて社長室にいるものかと。教えてくれた社員と別れて、私は社長室へと向かう。中に入ると、そこでは社長令嬢が社長から叱責の真っ最中。あっ！私に気づくと社長は慌てて近づいてきた。そして頭を下げる。この度は本当に申し訳ございませんでした。私が至らぬばかりにあなたにとんだご迷惑をおかけしてしまいました。社長、もういいですから頭を上げてください。いえ、こういうことははっきりさせる必要があります。そう言って社長は隣に立つ社長令嬢にお前も謝れと促す。かなりこってりと絞られたようで、彼女は顔面蒼白もいいところだった。申し訳ありませんでした。続いて社長が、虫がいいのは重々承知していますが、須川さん、どうか会社に戻っては来ていただけませんか。我が社にはどうしてもまだあなたの力が必要なのです。社長はほとんど涙目である。その姿を見ていると、なんだか昔の記憶がよみがえってきた。彼と初めて出会ったのは40年前、この会社に入った直後のこと。彼はまだ中学生だったが、年が近かったので話しやすかったのだろう。いろいろと相談されたことを覚えている。学校のことや友人のこと、時には進路のこと。あの頃はお互い堅苦しい呼び方はしていなかった。向こうは姉のように慕ってくれたし、私も彼を弟のように感じていた。そのうち大人になり、入社してからも関係は大きく変化していない。彼からはいろいろな相談を何度も受けている。承知しました。だからもう謝るのは終わりにしてください。だから社長の頼みを拒否することはできず、私は会社に復帰することを決めた。社長は、よかった。本当によかった。と喜んでくれた。ただ、隣に立つ社長令嬢は複雑な表情だ。それも当たり前の話。自分が退職に追い込んだ相手が戻ってくるとなれば、誰だってそうなるに違いない。私は相談役という立場で会社に帰ってきた。言ってしまえば出戻った形だが、みんな私を快く迎えてくれた。中には泣き出す人間さえいる。本当に嬉しかったが、同時に気になることもあった。それは社長令嬢のこと。社長にこっぴどく叱られた彼女は別人のようにおとなしくなり、今や完全に孤立したと聞いている。まあ、無理もない話だとは思う。どうするべきか迷ったが、それでも私は彼女と話すことにした。ちょっといいかしら。私に話しかけられた社長令嬢は一瞬こちらを見たが、すぐ目をそらす。あなたと少し話がしたいの。それでも構わず話しかけると、彼女はしぶしぶながら立ち上がってくれた。何かご用で？かなり不機嫌そうな口調だが、まずは話してくれたことに安堵した。周囲の人とうまくやれていないようね。単刀直入に聞くと、社長令嬢は何も言わず下を向いてしまう。あなたのような頭脳明晰な人間がどうしてあんな態度を取り続けていたのかわからない。あんなことをしたらみんなから反発されるとわかるでしょ。私の頭がいいなんてどうしてあなたがわかるの？社長令嬢の反論する声には覇気がない。わかるのよ。だって社長がいつも自慢していたから。え？本当のことだ。社長は娘のことを可愛がり、いつも自慢していた。美人で頭が良くて、そんな風に言っていたのをみんな知っている。
あなたは覚えていないかもしれないけど、私、あなたに会ったことがあるの。それを聞いて社長令嬢は驚愕する。今や支社を構えるほど大きくなったこの会社も、かつては家族経営の小さな会社だった。私はそれを経営していた先代社長や奥様とも親しくさせてもらった。結婚や出産の時もいろいろ世話してくれたし、社長が結婚して社長令嬢が生まれた時もお祝いに駆けつけたものだ。多分小学生くらいの頃までは付き合いがあったように思える。おばちゃん。その時社長令嬢は何かを思い出したようだ。そう、小さい頃の彼女はおばちゃんおばちゃんと言って話しかけてくる可愛い子だったのだ。思い出してくれたのね。社長令嬢は何度もうなずいてくれた。思い出した。小さい頃よく遊んでくれたよね。だけど私が小学校に入った頃からおばちゃんは家に来なくなって。そうね、確かあの頃あなたのお父さんが社長になったのよ。私も私で仕事が忙しくなったり、子供の学校のことがあってあなたの家まで遊びに行けなくなった。本当に懐かしい思い出だ。あの頃は事業拡大が行われていたから信じられないほどに忙しかった。社長は家に帰る暇もなく会社に泊まり込んでいたと思う。そのうちいつの間にか私たちは疎遠になってしまった。私、おばちゃんが家に来なくなって寂しかった。お父さんも家に帰ってこなかったし。そう語る社長令嬢はまるであの頃と同じ表情だ。お母さんにおばちゃんはいつ来るのって聞いたけど、わからないって言われた。おばちゃんは今忙しいからいい子にして待っていようねって。そうだったの。寂しい思いをさせちゃってごめんなさい。続いて、だから私、いい子にして頑張って勉強して、そうしたらおばちゃんが会いに来てくれると思って。社長令嬢は大粒の涙を流し始めていた。そしていつの間にか素直を取り戻した彼女はこれまでの経緯をもろもろ話してくれる。入社してから行った研修先の支社で仕事がうまくやれず叱られたこと。彼女はこれまで叱られた経験がなかったからひどく動揺してしまい、何を思ったのか社長令嬢の肩書きを使ってしまったこと。それによって引っ込みがつかなくなり、まともな研修も行えず中途半端な形でしか仕事をやれなくなってしまったこと。社長令嬢という肩書きがなければただの仕事ができないやつ。それが怖くて仕方ないのでまた社長令嬢という肩書きを使う。いつしか負のループに陥ってしまっていたのだ。ごめんね。もっと早くしっかり話を聞いてあげていれば。私は泣きながら説明してくれた社長令嬢の背中を撫でる。そして遅くなっちゃってごめんなさいと続けた。おばちゃん、ごめんなさい。私悪い子で本当にごめんなさい。あなたはいい子よ。少し間違ってしまっただけだから大丈夫。これから一緒に取り戻していきましょう。私はそう言って社長令嬢を抱き寄せてしばし頭を撫でてあげた。この日以降、社長令嬢は別人のようになった。肩書きではなく自分の力で信頼を勝ち取るべきだと考え、精力的にもろもろに打ち込んだのである。私と社長令嬢が打ち解けたものだから、他の社員たちも少しずつ彼女と関わるようになる。それを見て社長も安心したようだ。本当にありがとうございます。あなたには親子2代でお世話になりましたね。いや、会社全体と言った方がよろしいでしょうか。そんな大げさな。私はただ若い人たちの力になりたいと思っただけです。さすがは我が社のお母さん。これからもどうぞお願いしますよ。
私はそれこそ少年のような笑みを浮かべる社長に微笑み返す。定年退職まであとわずかだが、それまではこの場所で頑張るつもりだ。みんなのお母さんとして。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。